おー、いいね。街を一望できます。これ一部屋一部屋みんな住んでるんだ。自転車のヘルメットを取られてしまって、すごいショックだった。旅して3ヶ月も経って疲労も蓄積してきたんで、モントリオールは1週間ほど滞在したいと思います。で、今からアメリカですんごいお世話になったご家族とお会いできそうなので待機してます。いただきます。そんな感じもして込んだので、ありがとうございました。ありがとうございます。モントリオールで泊まらせていただいてる健太くんに料理作っていただいてます。中田ユニフォームじゃん。そうですハンバーグ。これは味噌汁です。ただ野菜がもうなんか腐りかけてたら全部味噌汁ぶち込んでいいかな。鍋でご飯食べてるの？そうなんです。わお汁がきないので。素晴らしい。めっちゃ美味しそう。すげえ。まだ8時ぐらい、この後餃子もできるので。本当に餃子の方が早いので。ありがとう。餃子は本当。モントリオール滞在2日目、今日はバンフで会った方と夜ご飯行く予定です。それまでは、ここブラブラしたり、あと、物販のお守りを買ってくれた方がいるんで、その方に直接お会いしてお守りを渡していきたいと思ってます。今日はそんな一日です。で、今向かってるのは、単純に美味しそうなクロワッサンのお店だから。ベトナムとかもさ、バインミーっていう料理があるんだけど、それフランスパン使った料理なんですよ。だから元フランス領だったところってすごい美味しいパンがやっぱたくさんあるから。で、ここモントリオールもフランス語が公用語の都市で2番目に大きいんだって。パリに次いで。すごいよね。だからそれだけフランスに根付いている都市ではあるんで、美味しいパン屋さんがたくさんあります。で、これからクロワッサンのお店行ってきます。めちゃくちゃ光沢が綺麗だな。うわ、何この形、すごっ。食べたい。このクロワッサン食べよう。めちゃんこ美味しそう。いただきます。断然米派だけど、こんなに美味しければ毎朝パンでもいいわ。層がすごい。見て、今ケベック州モントリオールの閑静な住宅地におります。今このグッズを物販で買っていただいた方のお家の近くに来ました。ちょっとピンポンしてみたいと思います。いらっしゃるかな。よかった。お守りを無事にお渡しすることができました。じゃあこれからバンフで出会った友達と、一緒にご飯を食べるので、そちらに向かいたいと思います。いただきます。ハンバーガー。 Thank you, bye. Thank you for treating. 今向かってるのが旧市街の方なんですよ。で、おすすめしていただいたカフェがあるんで、すごいそこ雰囲気良さそうだったから行ってみます。楽しみ。高ー、これホテルです。こっから後ろはオールドモントリオールなんだけれども、目の前は見て、もう高いビルが立ち並んでる都会になるの。この境なんだ。面白いな。モントリオールすごい面白い街だ。で、今日はですね、マウントロイヤルっていうモントリオールの街を一望できる場所があるんで、そこに徒歩で向かってます。
なんか何度も言うんだけど、看板が英語とフランス語混じってんのおもろいな。インスティテュート・アラン・メモリアル・パビリオン・デス・ペメスみたいな感じでしょ。バンクーバー、トロントは、海、湖ってあって、ここモントリオールはこういう森林があります。みんな結構いるな。土曜日だからかな。結構たくさん人がいます。マジで天気いいな。今日最高だわ。明日明後日最高気温27度だって。また暖かくなるんだよ。着きました。めっちゃ人いるわ。じゃあどんな景色なのか行きまーす。3、2、1。ここモントリオールでプーティンの他にも有名な食べ物があって、それがスモークミートサンドイッチって言うんですね。でそのスモークミートサンドイッチの一番の老舗、一番の人気店に今来てます。それがこちら、なんて読むんだろう、スチュワート。この店が一番人気で、もう今昼、平日の1時過ぎなんだけども、めっちゃ混んでます。1928年創業だからもう90年以上だから、もうすぐ100年、相当な老舗です。すごい、ネットフリックスにもなってんじゃん。スモークミートサンドイッチ、おおいいね。いただきます。見て、面白いの発見。自転車フォーセール、ほら、ロードバイクアドレス付きで$100で買えるって。こういうのアメリカとかカナダのお家の庭とか車を売ってることはよく見るんだけど、自転車こうやって路上で売ってんの初めて見た。これは$150だって。おもろ初めて見たわ。1週間モントリオールお世話になりました。健太くんとマイルスくん、本当にありがとうございました。健太くんとは最後ご挨拶できたんだけども、マイルスくんとは、最後ご挨拶できなかったんで手紙残しておきました。次に向かう先はケベックシティです。で実は今日も民泊できる予定なので、そちらのお家にお世話になって、ケベックシティという都市にゆっくり向かっていきたいと思います。じゃあ行こう。よし。実は先日自転車のヘルメットを取られてしまって、すごいショックだった。なぜかというと、あれバンクーバーで買ったスミスっていうブランドのやつで1万以上したんだよな。結構気に入ってたんだけれども取られてしまった。ただそれを見かけて、モントリオールに住んでる日本人の方がなんとヘルメットプレゼントしていただきました。こんなに甘えていいのかと、ちょっと罪悪感すら感じてしまいましたが、いいのっつってこのヘルメットと一緒にゴールしてくれっていう風に言っていただきました。うわー、本当にありがとうございます。ぴったし。今日最高気温27度だって。うわー、本当に天気青空最高です。そしてこのサイクリングロードいいね。はいサイクリストめっちゃ多いよ。もう日本もこういう道路整備してほしいわ。これからさ、電気自動車、テスラとか自動運転とか流行ると思うけど、同じぐらい自転車も絶対これ以上に盛んになってくると思うんだよね。ママチャリはそんな流行んないと思うけど、ああいうロードバイクはこれからもどんどん需要は高まってくると思うから、日本もこういうサイクリングロードを整備してほしいわ。今日の移動距離なんと30キロだけ民泊させていただくので、いやー、とことん甘えに甘えてます。でも甘えられるうちに甘えとこうということで、甘えさせていただきます。よしすごい、今民泊先到着したんですけれども、プールがめっちゃでかい今日お世話になるエリックさんです。はい、わー、めっちゃでか。プール入ります。結構水深が深いみたいで、子供たちが入んないようにここに鍵がある。鍵開けて入ります。見てこれ家にあるプールのサイズじゃないよね。水深めっちゃ深いの。
いやー今日天気いいし最高だよ。最高。もう卵かけご飯が一番食べたかったよ。最高です。じゃじゃーん。最高でしょう。うまっ、幸せ。綺麗。あ、よかったよかったこれを見ないで行くのはちょっと心苦しかったよ。いやー本当によかったよかった到着。オブザベーション。うわおー、めっちゃ綺麗。あ、大丈夫です。確かに。いやーケベックいいね。メープル街道ちゃんと見れてよかった。このシーズンに旅しててよかった。モントリオールから20キロ30キロ先にある町のレパンティニっていうところで民泊させていただきました。エリックさん、さとこさん、くるみちゃん、みきです。みきちゃん、ありがとう。この前車でも連れてってもらったんだけれども、やっぱ見て、メープル紅葉が綺麗です。冷蔵庫とかには入れちゃいけない常温保管のプーティンで使うチーズなんだって。あとサンドイッチいただきます。このケベック州本当に楽しいから結構滞在長くしてるんだけれども、ここから PEI とかボストン行く道は、80キロから100キロペースで走っていきたいなと思ってます。